あなたはサバンナで最も恐ろしいものは何だと思いますか？そこで一人の女性に牙を向いたのは野生動物ではなく、2015年10月28日、ウガンダマーチソンフォールズ国立公園。夕方、公園内の宿泊施設学生教育センターの外に一人の白人女性の姿がありました。その女性はオランダ人の医学生ソフィア・クッツィールさん。彼女はサバンナを巡るサファリツアーに友人と参加していました。そして宿泊施設で野外トイレに向かった際、数百メートル先に見えるナイル川をうつろな表情で見つめていたソフィアさん。彼女はこの後友人たちの元へ戻らず失踪してしまうのです。翌日、ナイル川の川岸でソフィアさんの私物が発見され、警察はワニかカバに襲われたと結論付けました。しかしその発表は明らかに不自然。現場にはとても野生動物の仕業とは思えない痕跡が残されていたのです。それは5メートルの木の上に吊るされたソフィアさんの下着でした。野生動物の行き交うサバンナで謎の失踪を遂げた女子大生。現場の不可解な痕跡は何を意味しているのか。その場所で一番危険な生き物は他でもない人間だったんです。おそすけんちゃんです。みやみこです。いやもうね、あなた新年明けてるでしょ、これが公開される頃には。新年明けてます。おめでとう。一番日が短い冬至といえば12月22ぐらいでもうそろそろなんだけどさ、日が短くなると、あと寒くなると単純に朝起きれなくない？起きれないし眠いし、あとなんかヌーベイかなんかで日が短くなると幽霊がいっぱい出てくる。それヌーベイの話じゃん。ヌーベイみたいに幽霊が出てくるから起きたくないとかじゃなくて、どうなったら早起きできるってちょっとあなたに聞いてみたくって。寝なきゃいいんじゃない？いやもう寝れないと私もう活動できない。まあね、寝ないはないか。早起きするにはめっちゃ単純だけど早く寝ることじゃん。早く寝るには運動すること。いい感じの疲労感。それで早めに寝て成長ホルモンを分泌して5、6時とかに起きたらハッピーじゃないですか。9時、10時に寝て。やってるのそれ？やってないよ。やってないの？今回は世界にはびこる闇ということで、サバンナで失踪した女子大生のお話なんです。サバンナってさ、野生動物たくさんいてもすっごい広大なところでしょ？そんなところでガイドさんとはぐれちゃったりしたらもう二度と生きて帰れないってめちゃくちゃ怖そうじゃないそれ。サバンナって聞くとね、肉食動物とかね、そういった野生動物がちょっと怖いなって思うかもしれないんですけど、でも本当に怖いのはそういったね、動物じゃないんです。女性はその広大な自然の中でいかにして姿を消したんでしょうか。見つめる先に。2015年10月29日、ウガンダマーチソンフォールズ国立公園。公園内のパラ地区ではレンジャーや警察、軍隊を動員した大規模な捜査が行われていました。この前日の夜、サファリツアーに参加していたオランダ人の女性が友人たちとはぐれ行方不明になっていたのです。そして、おい、このペットボトル行方不明になった女性のものじゃないか。宿泊施設からほど近いナイル川の川岸に転がっていたのはゴミが詰まったペットボトル。失踪した女性はゴミ拾いをしながら歩いており、そのペットボトルは彼女のものに間違いありませんでした。目の前の川には縄張りを荒らされたくないカバやお腹を空かせた野生のワニが。彼女は一体どのような経緯でその危険な水辺へ近づいたのでしょうか。時は遡り10月28日の午後2時30分、ナイル川に浮かぶボートの上では観光客の談笑の声が響いていました。その中で一人だけ周囲とは様子が違う女性が、船長、ちょっと燃料の管理雑じゃないですか。観光客らしからぬ厳しい目つきで船長を見つめるその女性はソフィア・クッツィールさん。彼女はオランダアムステルダム大学の医学生で、マラリアをはじめとする熱帯医学を専攻するため現地の病院へインターンに来ていました。インターン終了後、ソフィアさんは同じ医学生の友人たちとの思い出作りに12日間のサファリツアーへ。その中でボートクルーズに参加した彼女は燃料の管理方法について船長に指摘していたのです。そのことからもわかるように、ソフィアさんは聡明で責任感の強い女性。それでいて活発で明るく、周囲への思いやりもあり、現地の人々からはナジゴベの愛称で呼ばれていました。ナジゴベはスワヒリ語で朝の光を意味する言葉。いるだけでその場を明るくさせるソフィアさんに
にぴったりのニックネームでした。ソフィアさんと友人の一行はボートクルーズを終えた後、学生教育センターという宿泊施設へ。夕方6時半、ソフィアさんは離れにあるトイレへ向かうため施設の外へ出て行きました。そしてトイレへ向かう途中、彼女は前提でくつろいでいた2人の男性と会話を交わしています。トイレはどっちか分かりますか？あっちだよ。手に持ってるそれを捨てるゴミ箱の場所は分かるかい？ソフィアさんの手にはゴミ拾いに使っていたペットボトルがあったため、男性はゴミ箱の場所も教えてくれました。制服姿のこの男性たちは動物の保護や密猟の取り締まり、公園内の警察業務などを担っている野生生物局のレンジャー。ソフィアさんはトイレの場所を聞いた後、すぐに彼らと別れました。それから少し後のこと、宿泊施設の職員はトイレの前に立って数百メートル先のナイル川をじっと見つめるソフィアさんの姿を目にします。この時ソフィアさんはどこかうつろな表情をしていたとも。しかし職員の目には旅の思い出を振り返っているくらいにしか映っていなかったのでしょう。それから15分後、友人たちは慌てた様子でそのトイレまでやってきました。ソフィア、いないの？いたら返事をして。そう、ソフィアさんは待てど暮らせど友人たちの元へ戻らなかったのです。周りはすでに暗くなり始めており、広いサバンナで単独行動をするのは非常に危険。友人たちは彼女が道に迷った可能性を踏まえ、車からソフィアさんのお気に入りの音楽を大音量で流しましたが、彼女が帰ってくることはありませんでした。翌日、警察はナイル川の川岸にソフィアさんが持っていたペットボトルが落ちているのを発見。その証拠と失踪時の状況からソフィアさんが自分から水辺に近づき、ワニやカバなどの野生動物に襲われたと結論付けたのです。証拠だけを見るとそうなるんだけどさ、そもそもソフィアさんがそうやって一人で危険を冒してはぐれるなんてね、そんな危険行動を取るような人に見えないんだけど。そこなんですよね。そもそも彼女がなぜ一人でナイル川に近づいたのか、ソフィアさんが抱える問題について語っていきたいと思います。抑えられない興奮。事件の2日前、ツアーも中盤を迎え、キデポ渓谷国立公園を訪れていたソフィアさんはその夜、明らかに異様な振る舞いを見せていました。その日は深夜になっても眠らず、キャンプファイヤーの周りでツアーガイドや現地のレンジャーと談笑していたソフィアさん。彼女は大音量で音楽を流しながらタバコとビールを片手にはしゃいでいました。ほんと楽しい。おいおい、壊すなよ。ソフィアさんはその場にあったテーブルを叩いたり椅子を蹴っ飛ばしたり、いくら酔っ払っていると言っても少し異様なほどテンションが高かったのです。彼女はしまいには蹴っていたプラスチックの椅子をキャンプファイヤーで燃やしてしまいました。この一件でソフィアさんは公園の管理局に罰金を支払うことに。他にもこの夜の彼女はロッジの監視塔によじ登って案内板をガンガンと叩いたり、雑草に放火しようとするなどの危険行為を繰り返しました。あまりに騒々しかったため、他の宿泊客からも苦情が入るほど、普段責任感の強いソフィアさんとはまるで別人だったのです。いきなりこれどうしちゃったのよ。何、酒癖が悪いってことなのこれは。いや、これはね、ソフィアさんがね、ある精神疾患を抱えていたからなんです。あまり人には話していないものの、ソフィアさんは10代の頃から双極性障害を患っていました。双極性障害は気分が極端に落ち込むうつの状態と異様に高揚する躁の状態を繰り返す精神疾患ですが、彼女の場合はまた特殊。ソフィアさんが患っていたのは双極性障害の中でも単極性躁病と呼ばれるもの。うつ状態にはならず、極度に興奮して活動的になる躁状態だけが現れるのです。単極性躁病になる人は個人の性格特性が影響しているといい、それは明るく活発なソフィアさんだからと呼べるものでした。彼女はインターンをしていた現地の病院でもハードな実習の傍ら床掃除まで精力的にこなしていたとされ、周囲よりも明らかにエネルギッシュだったのです。そしてサファリツアーの途中でこの症状が出てしまったのは、おそらくマラリアのワクチンの副作用と旅の疲れで精神状態が不安定になっていたため、学業や病院の勤務中に症状が現れることはなかったため、ソフィアさんも油断してしまっていたのかもしれません。キデポ渓谷国立公園の観光担当副所長は彼女の振る舞いを前にこう忠告しました。彼女をツアーに連れ回すのは危険です。すぐに旅を中断して病院へ連れて行ってください。わかりました。今日はグルの町に泊まって医者に診てもらいます。ガイドのマイケル・キジャムは確かにそう返事をしました。しかし彼はこの後無視してツアーを続行したのです。事件の後になって分かったことですが、実はマイケルは正式なライセンスを持っていない無免許のサファリガイド。顧客の体調が悪化した際の対応を心得ている正規のサファリガイドであれば、この状況で旅を続ける選択肢は絶対にしないはずでした。無免許で危険なサバンナガイドするなんて
ちゃくちゃ危ないじゃない。何やってくれてんのよ。それが現地で横行している犯罪の一つらしいんです。というわけで今回のメトラーキーワード、ウガンダの無免許ガイドについて。ウガンダでサファリツアーのガイドを行うにはウランダ観光局が発行するライセンスが必要。このライセンスを取得するには指定の期間での厳格な教育課程を修了しなければならず、違反した場合は罰金刑と2年以下の懲役刑が課されます。ガイドに求められる能力は多岐にわたります。現地に生息する数百種類の鳥を鳴き声とシルエットで識別できる能力、危険な野生動物の攻撃の予兆を読み取る能力、設備が十分でない場所での治療の知識など、この他にもツアーガイドとして営業するには資本金約150万円以上、商業ビルに事務所を構えていること、最低3人の有資格者がいることなどの厳格な基準が、無免許ガイドはそれらのコストをかけていないため、正規業者より大幅に安くツアーを提示できます。そのため SNS などで募集を見かけ騙されてしまう人が後を絶たないのです。ウガンダでは若年層の失業率が高く、 SNS の広告で安易に始められる無免許のサファリガイドに手を出してしまう若者も多いといいます。一行がマーチソンフォールズ国立公園を訪れた際に学生教育センターという宿泊施設に泊まったのもマイケルが無免許のガイドだったゆえのことでした。フェンスもなく警備員もいないこの施設は野生動物や部外者が簡単に敷地へ入ってくるため、観光客には不向き、正規のガイドなら絶対に選ばない危険エリアの宿泊施設だったのです。なるほど。ソフィアさんの精神状態を思えば一人でね、そうやってナイル川に近づくっていう状況もおかしくないのかもしれないわね。それはそうなんですが、彼女がね、実は野生動物に襲われたって可能性は低いんです。現場には実は動物のね、仕業とは思えない証拠が残されていたんです。樹上で揺れるもの。ナイル川の川岸にソフィアさんが持っていたゴミ拾い用のペットボトルが落ちていたことから彼女が野生動物に襲われたと判断した警察。一方でペットボトルが発見された翌日からその現場周辺では他にもソフィアさんの私物が次々に発見されました。片方だけの靴にサングラス、小物入れ、そしてそれらと同時に見つかったあと2つの私物によって野生動物に襲われたという説は一気に怪しくなります。現場の近くに倒れていた木には刃物で切り裂かれたズボンが巻きつけられていたのです。細長く帯状に裂かれたそれを野生動物の仕業とするには無理がありました。さらにもう一つ見つかった私物はソフィアさんの下着。その下着はなぜか高さ5メートルの木の上から吊り下げられていたのです。いや、これ確かにおかしいわよ。5メートルの木の上でしょ、そこにワニだったりカバだったりが何か下着をかけられるなんて思えないもん。考えられるのは何者かが動物の仕業に見せかけようとしたんじゃないかってことなんです。不自然だったのは切り裂かれたズボンや木の上の下着だけではありません。片方だけ落ちていた靴は泥一つついておらず、まるで誰かがそこに置いたかのように整然と置かれていました。さらに野生動物に襲われたという割には現場には争った形跡も血痕も残されていなかったのです。またソフィアさんの私物が落ちていたその場所は前日にも訓練されたレンジャーが捜索しているのですが、その時には何もなかったとも。要するに捜索が始まった後で何者かがその場所にソフィアさんの私物を置きに来たということ。その人物にとってはそれが動物の仕業に見せかけるための隠蔽工作だったのでしょう。そしてこれだけの不審な状況を分かった上でなお警察は野生動物に襲われたと主張し続けていました。それだけでなく彼らはソフィアさんが一人で川へ入ってもおかしくない精神状態であることを裏付けるため次のような報告書も残しているのです。失踪直前のボートクルーズで彼女がエンジンの配線にいたずらをしようとしたと。実際には収納スペースの燃料タンクを取り出し燃料の管理が雑だと船長に指摘しただけの話。警察はその事実をねじ曲げソフィアさんが暴れ出し船員が力ずくで抑えなければならなかったとまで書き記していました。いや、警察はなんでそこまでしてさ、野生動物のせいにしようとするわけ？これ要はさ、ソフィアさんに危害を加えた人物がいるっていうことのほかないわけだしさ、それによって警察がさ、犯人を探そうとするって当たり前の行動じゃないの？もうね、お察しの方もいるかもしれないんですけど、警察には隠しておきたい不都合な真実があったんです。もみ消された真実。
ソフィアさんが失踪して以降、現地の警察は当てにならないと考えた母親のマリエスライ・カーマンさんは実に28回もウガンダへ渡り、独自に事件の調査を進めました。その調査の中で事件から4年後の2019年、警察がなぜか公表していなかった新たな事実が浮き彫りになったのです。それは事件当時、ソフィアさんが失踪した現場からわずか2キロの場所で400人以上の男性レンジャーが訓練キャンプを行っていたこと。動物を保護したり密猟を取り締まる彼らは現地の地理に詳しく、ソフィアさんを怪しまれず連れ去れる術を持っています。それにもかかわらず、警察は彼らのキャンプが近くにあったことを黙っていただけではなく、レンジャーたちのアリバイすらろくに調査していなかったのです。また2023年には母親のマリエさんがアメリカの民間研究所に証拠品の分析を依頼したところ、さらなる衝撃の事実が判明しました。それは木の上で見つかったソフィアさんの下着に男性の DNA が付着していること。この男性の DNA は同時に見つかっていたズボンや靴からも検出されました。捜査の過程で付着した可能性も考慮され、捜査関係者の DNA とも照合されましたが、誰とも一致せず、その DNA はソフィアさんの失踪が野生動物ではなく悪意ある人間の仕業であることを裏付ける証拠となったのです。そして実は母親のマリエさんは不審な人物がいることにもすでに気づいています。動画をご覧の皆さんは、ソフィアさんが失踪する直前、宿泊施設の前で2人の男性と会話をしていたのを覚えているでしょうか。トイレはどっちかわかりますか？あっちだよ。手に持ってるそれを捨てるゴミ箱の場所はわかるかい？彼女と短く会話を交わした2人のレンジャー、そのうち1人はソフィアさんの家族に DNA の照合を求められた際、拒否しているのです。レンジャーのうちの一人、ムカサ大尉は同僚と一緒に彼女と話したと説明し、 DNA の照合にも応じました。一方、ムカサ大尉がそう証言しているにもかかわらず、もう一人のジョセフ大尉はソフィアさんを見たこともないと発言。 DNA の照合についても断固として拒否し続けています。これらの状況からソフィアさんが現地の何者かによって人身売買などの犯罪に巻き込まれたとする説が現在有力視されているのです。 DNA の照合に応じないってのは明らかにおかしいわよね、でも警察はなんでこの事実を隠蔽しようとしてるの？その目的は何なの？ウガンダではね、観光業っていうのが重要なね、産業になってるんで、殺人や誘拐があったことによってね、イメージダウンをすると観光業にね、大打撃になっちゃうんで、それを避けたかったという意図があるんじゃないかと言われてるんです。2025年には当時のツアーガイドマイケル・キジャムが無免許でツアー運営をしていたことに対する裁判が開かれました。しかし最終的に検察は十分な証人がいないことを理由に訴追を取り下げ、ソフィアさんの事件に関して多くの現地人に過失があったことはほぼ疑いようがないにもかかわらず、未だ誰一人として罪には問われていません。母マリエさんは語ります。証拠がない限り娘が生きていると信じ続けます。何もしないという選択肢はありえません。多くの人がソフィアさんはまだどこかで生きていると信じています。彼女がいつか家族の元へ戻れることをただ願うばかりです。もし大切な人が忽然と姿を消してしまったら、あなたには何年かかっても探し出す覚悟がありますか？